はい、どうもフランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのは RER-B 線のシテ・ユニバーシテールという駅でございます。そう、今ね、私たちがいるのはパリの14区南の外れっていう感じなんですが、ここにね、国際大学都市という非常に面白い場所があるんです。今回はね、そこを皆さんと散策したいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでね、今目の前に見えているのがこれが RER の B 線の駅シテ・ユニバーシテールでございます。そしてね、その目の前にはジョーダン大通りというね、大きな通りが流れているんですが、なんかでも目の前にガンガン通ってるでしょこれがね、パリの環状線の外をね、ぐるっと一周している路面電車なんですよ。これがね、トラムと言います。はい、トラムのね T の3っていう部分になって、ちょうどねあそこに駅があります。あの駅もシテ・ユニバーシテールという駅でございます。そしてこちら側にも大通り、ジョーダン大通りが流れていて、今回ね私たちが行くのはこちらですよ。さあ見えてきました。こちらのね、はい、国際大学都市というところなんですが、シテ・アンテルナショナル・ユニバーシテール・ドゥ・パリと書いてあります。さあこんなところをね、今回皆さんと一緒に散策していくことにいたしましょう。はい、では入っていこうか。はい、入るとですね、こんな感じですごい仰々しいアーチがまずは出てくるんですね。すごいでしょ。そしてこのねアーチの真ん中から進んでいこうか。そうするとこのようなね、宮殿のような建物が出てくるんです。すごいねこれ。はい、出てきました。フォンテンヌブローをモデルにしていると言われているメゾン・アンテルナショナルと言われる建物が目の前にね見えております。一体ね、この国際大学都市って何なのかというとですね、これは第一次世界大戦の後に構想された各国がね、ここに建物を作って、その国の学生たち、研究者、ミュージシャン、アーティストなどが滞在できるような総合施設になっているんです。第一次世界大戦の時はね、国々がいがみ合って戦争を起こしてしまいました。そんなね教訓を踏まえて、各国の人たちが異なる文化、異なる言葉であったとしても共存しようじゃないかという理念のもとに作られたような施設になっているんですね。ですからね、今この目の前にあるメゾン・アンテルナショナルというね、まさにね国際大学都市の中心部にあたる建物なんですが、ここは各国の生徒たちが使えるような施設が入っています。例えば学食とかカフェテリアとか劇場とか、あとは図書館とかね、そういうものが入っております。そしてここにはね各国40の国の建物がね、ここにずらっと立ち並んでいるんですよ。さあこんなところにね胸像が見えてきました。アンドレ・オノラという人で、この人は国際大学都市の創始者の一人でございます。政治家ですね。彼はねここに住んでいたこともあって、今ちょうど私たちが入ってきたこのアーチね、アーチが見えますよね。ここのアーチから通ってきたんだけども、このアーチの隣にあるこの館、今ではアンドレ・オノレ館と言われていて、短期滞在のね人なんかが泊まれる、今では宿泊施設になっています。はい、ということでね、今回はここをね皆さんと一緒に散策していくことにいたしましょう。なんでねこんなとこを散策するのかというと、先ほども言いましたが、ここはいろんな国がね、その自分たちの学生が泊まれるように、パリで勉強できるように建物を作っているんですよね。例えば今目の前に見えてきたのは、これはアメリカ館です。アメリカとねフランスの友好を記念して作ったものなんですが、アメリカ館はアメリカの特徴あったり、いろんなね国がそれぞれの特徴を出しながら建物なんかを作っているんですね。ですからね、ここを散策するだけでですね、
いわゆる世界旅行ができてしまうと、そういうことなんですね。はい、ということでね、今回も行きましょう。パリ14区国際大学都市建築散歩のスタートです。そう、今回ね裏道ではないので、建築なんかをね見て回るために建築散歩というふうに言ってみました。さあ、そしてね、この目の前に白い建物が見えてきたでしょう。これは一体どこの国かというと、そのヒントが今私たちの目の前に見えてきましたよ。このようにね、それぞれの国はね、自分たちの文化とか伝統だとか、そういうね歴史だとか、そういうものを何かね、建物の中に取り入れながら建物を作っているんですよ。さあ、これはね、どこの国か分かります？何かこういうね、上半身裸で何か語りつけた人々が行列を組みながら王様のねような人のもとに向かっています。これは古代マヤ文明の壁画になっているんですね。古代マヤといえばどこの国かといえば、そう、ここはメキシコ間でございました。はい、こんな感じでね、さまざまな建物がこれからどんどん出てきます。今正面に見えている建物、こちら先ほども申しましたがアメリカ館でございましたね。これね結構大きくてね、250を超える部屋数があります。ここにはねミュージシャンとか、あとはアーティストもとどまれるようになっていて、アメリカらしくね、ここはね奨学金制度なんかもあるみたいですよ。アメリカンドリームって感じだな。はい、そしてこちらがねスペイン館の入り口でございます。あ、しまったスペイン館じゃなかった、メキシコ館、メキシコって書いてあるでしょ。はい、そしてこのメキシコ館の隣にある建物、赤レンガでねできたこの建物なんだけども、なかなかさ、なんか雰囲気があっていいじゃないですか。かっこいいでしょ。そしてわかるかな、一部ね窓がせり出してるんですよね。ちょっとズームしてみるよ。こんな感じで、これボーウィンドウっていうんですよね。光がね、少なくても部屋の中にたくさん入ってくるようにというふうに考えられた、作り方なんだけども、さあ皆さん、こういう建物どこの国を思いますか？どこの国の建物でしょうか？ヨーロッパのね、国の一つなんですけども、ヒントはねフランスのすぐ近くっていう感じですよ。フランスのお隣さん、さあこれはねどこかというとイギリスです。イギリスか、コレージュフランコブリタニックと言います。かっこいい建物でしょ。でね、この建物は、20世紀の前半にもちろん作られているんだけども、当時のねイギリスにあった20世紀前半の様式、その前にはビクトリア朝様式とかって言ってね、レンガを使った大量に部屋を作るっていうような様式があったんだけども、その後に少しね様式が落ち着いてエドワード様式っていうのになっていきますが、ちょうどねそのエドワード様式を取り入れてる建物になってますよね。それでね、この時代のね特徴がねこれなんですよ。アーチ見てください。教会建築なんかを見てるとよくわかるんじゃないかなと思いますけど、アーチとんがってるでしょ。これ尖頭アーチになっているんです。ゴシック様式ですよ。このね19世紀の時代にもかかわらず、この時代はゴシックリバイバルといってですね、ゴシック様式が新しくブームになって復興していた時代でもあるんです。ですからこの窓見てください。そうすると窓とガラスとガラスのね間、これ金じゃなくて石の枠になってるでしょ。これ船とか無能といって、これもゴシックの時代に使われていた窓の様式ですよね。こういうものを19世紀にもかかわらずいろいろと取り入れている、こんなね建築様式の過去の伝統を取り入れたのがイギリス館でございました。面白いでしょ、いろんな国の様式がね、見れるということなんですよ。そして今度はこちら側が
下がね切り石石灰岩になっていて、赤レンガで真ん中が作られていて、周りをまたね切り石で囲っているような建物が出てきました。ちょうどねマレ散歩、私のね動画のマレ散歩で見たプラスボウジを囲っているような建物のような感じがしますけども、今のはビルマン・ラポートル館といってですね、2人の実業家がお金を出して作った、あれはベルギーとかルクサンブルクの学生が泊まれるように作った建物でございました。さあ今度はねお城のような建物が出てきたよ。なんかピナークルっていうんだけど、先にピヨンととんがったねものが、なんか出ていますけども、はい、ここは何かというと、ここはスペイン館でございます。本当に各国の建物がたくさん出てくるでしょう。そして今度この私たちの左にある建物、ここはねフランスの農業系のエンジニアが泊まれるようにと言って作った場所です。基本的にはねフランス人学生の建物になっています。はい、そしてぜひね見ていただきたいのがこちらなんですよ。ものすごく特徴的な建物がここから出てきますよ。見えてきた？これです。これ面白いでしょう。こんなにねなってる建物なんです。はい、ちょっとね近く寄ってみようか。これわかる？どこの国の建物か。こんなちっちゃい庭園がありますよ。ほら、何か日本庭園みたいでしょ。こんな感じで、そして向こう側にはこんなね石庭っていうの、石の庭、そんなものも作られているんですよ。面白いでしょう。さあここね一体どこの国かといったら、もう皆さんお分かりだと思うんだけども、ここは日本館でございます。そしてこの入り口ねこんな感じになっているんだけども、ちょっと雨が結構降ってるな。はい、これね、太陽がここに、木造で彫ってあって、日いずる国というね、ことを象徴しています。メゾン・ドゥ・ジャポンフォンダション薩摩と書いてありますね。薩摩基金というね、そういう薩摩邸という別名がついている場所でございますけども、ここにねいろいろね写真があるので、ちょっとこれも見てみようか。はい、ここに定組織と書いてあります。昭和2年だからですね、1927年に作られたというふうに書いてありますよ。そしてねこちら見てみようか。そうするとここはね、見えますかね。これ大学都市理事長アンドレオナ、一番初めに胸像あった人だよね。あの人がここを建てた時に式辞をして何かをねお祝いの言葉を今述べているところがこのように表現されている。そしてその隣がですね、こちらが実は薩摩次郎八という人なんですけども、この人がね実はお金を出したんです。というのはフランス政府はまず日本政府にこういう考え方があって、日本もぜひね建物を作ってくれないかというふうに、言いました。しかしそこで日本政府お金なかったんですよね。なんでなかったかっていうと、その時日本はねちょうどね関東大震災があったんですよ。そこでお金がなかった。そこでねどうしようかって言った時に出てきたのがこの薩摩次郎八という人だったんです。だったら私がお金出しましょうって言ってね彼が全額出してこの建物を建ったんですよね。すごいでしょう。彼のねおじいさんが日本では木綿王と言われていた非常にね大金持ちだったんですよ。そしてね、彼は、フランスに、留学して、いたんですけども、その時に彼が支援した芸術家の一人が今目の前に見えてる人なんです。わかります？ちょっとねマッシュルームカットみたいなこの日本人なんですが、パリで活躍していた若き日の藤田嗣治なんです。ということでね、藤田の絵が実はここにあるんですよ。見えます？はい、今回ですねこの日本館の中に入ることができました。ここですね、平日2ユーロで内部見学をすることができるんですけども、そこですねちょっと許可をいただいてこのように撮影しております。今ね日本館の内部なんですが、こうやってね入るとまず見えてくるのが
これが藤田嗣治の絵画なんですね。馬の図というものです。馬がねこのように金の屏風に描かれていて、そこに動物たちがねこうやっているという、そういう絵画なんですけども、ここにね彼のサインがありますよ。ちょっと見てみようか。はい、嗣治藤田と書いてあって、1929年と書いてあります。本当に彼のこの細かい線で、これ線がね途切れないんですよね。彼の絵画の特徴という一つの特徴ですよね。はい、馬の顔とかねこんな感じの絵があります。後ろの金箔のところに描かれていますね。ここは犬かな。犬が走り回ったり、こっちにも馬のね絵があります。ここにはまた犬がいたり、ここにありますね。ここにもねあります、サインが。1929年、これは2つのね板に金箔があって、その上に書かれているものです。いやー素晴らしいですね。そしてもう一つ、先ほど外からね見えていた絵画、それがここのね大広間にございますので、その絵画も見ていきましょう。さあこのね大広間に入っていくと、ここに舞台がありまして、ピアノがあって、そしてここにあったのが先ほど見えていた絵画、はい、王神日本への到来図でございます。素晴らしいね。こちらもね金箔の貼った上に藤田が描いています。ここにもねサインがあるから、まずこのサインからチェックしていきましょうか。はい、嗣治藤田と書いてあります。1929年と書いてありました。はい、これはね、またこれも金箔の上に描かれているんですが、長崎の出島にこの欧米人ですね、人たちが上陸して荷物を下ろしている、そんなね姿が藤田の筆によって描かれています。だからこれ今荷物を下ろしているね屈強な男たち、そしてここで書類かなんかを確認している男性がいますね。すごいよねこれ。この筆使い、乳白色の肌っていうのは、こういう藤田のね技法を言ったものなんですけども、このまずこの輪郭がねものすごく薄い線で細い線でね描かれていて、途切れることないんですよね。それがもう本当一発の筆でね描かれているっていう感じ。はい、そしてこの真ん中には子供とかね女性とかそういう人たちがいるという感じなんですが、ここもねすごい素晴らしいですね。これ理想的な身体をねした感じですけども、ここでもやっぱ輪郭がね、輪郭線がスーッと引かれていて、非常に、美しい絵画になっています。はい、こんな感じでね、ものすごく大きい絵画ですけども、バランスがね取れたこのような肉体美だったり動物だったり、そういうものも描かれています。そして一番最後のねところがこのような絵画になっていますよ。ちょっとね最後もう一回引いてみましょうか。はい、こんなね場所に日本館の本当に芸術作品がね日本館にはあってですね、こんなところ平日のであれば、2ユーロでね入館できる、見学することができますので、こんなところもね興味あるという人は来ていただくのもいいんじゃないかと思います。それではね出ていこうか。日本館だけあってね、こういったところに日本のね書籍なんかがあってですね、勉強できるようになっているっていう感じです。そして、この辺は郵便なんでしょうね。郵便受けがそれぞれとあって、ここでもね 60% が日本の方で、あと 30% が外国の方と言っていました。ではね外に行きましょう。
はい、こちらが日本館でございました。さあ、そしてね、日本館の目の前にはこんな建物があるんですよ。はい、こちらがね、スウェーデン館でございます。ちょっとね、可愛らしい建物でしょ。何かね、屋根のところにはメガネみたいな窓がついていて、そしてこじんまりとした建物になっていますよ。雨戸がねスカイブルーになっていて、なんかいかにも北欧っていう感じでございますが、結構ねちっちゃくてね40ぐらいしか部屋数がなくて、一番ねちっちゃい建物なんですが、一番住み心地がいいんじゃないかとも言われているような建物でございます。こちらがねデンマーク館でございます。そして後でね近く寄りますけども、正面に見えてきたのがこれがノルウェー館ね。だからこの辺が北欧エリアになっているということなんです。そしてね見ていただきたいのはここなんですよ。重要な建物がまた出てきました。はい、ここがね、ユニバーシテ・ド・パリ・フォンダション・スイスと書いてありますが、ここがスイス館でございます。なんでスイス館重要なのかというと、これはね20世紀を代表するような建築家がこの建物を建てているからなんです。さあ、誰か分かります？ちょうどね彼の特徴的なものが今目の前に見えていますよ。この大きな柱、こういうね柱を使えば、伝統的な建築が持っていた束縛から解放することができるじゃないかと考えた建築家です。はい、誰かというとル・コルビジエでございます。今目の前に見えているのが彼が提唱したピロティというものなんですよね。すごいでしょ。この大きな建物、この非常にね大きな柱で支えられているということなんですよ。はいね、ピロティになっています。彼はね近代建築の5つのポイントという理論を出しています。その理論の第1のポイントが建物をピロティで支えるということだったんですね。ピロティで支えるとどういうことが可能になるかというとですね、このように柱でね、支えてるでしょ。でちなみにね、コルビュジエが使った素材というのが当時そこまで、評価されていなかった鉄筋コンクリートというものを使って建物を作っています。鉄筋コンクリート、そしてその素材を使って作ったこのピロティというものを使って建物を作っていったんですね。ピロティを使うことによって、ほら今私が通ったようにこのように人が通ることができるよね。そしてここに、緑を埋めることができれば公園にもなるし、そして車を止めることだってできるわけ。つまり建物を地面から開放するということが、可能になったわけなんですね。今ねちょうど管理人さんなのかな、床を掃除しているという感じでございますが、ここがねスペイン館でございます。このように鉄筋コンクリートを使うことによって近代的なね建築様式から脱却することができるじゃないかと考えたのがコルビュジエでございました。さあ、それではねこの別のね反対方向からこの建物を見ていきましょうか。実は今ね建物たくさん建っていたんだけども、この建物の背後には広大な庭園が広がっているんですよ。ここのね国際大学都市っていうところは見てくださいよ。これ東京ドーム7個分ですってこんなにね大きいところで勉強できると本当に最高だなと思うんですけども、はい、今ね、このコルビュジエが作ったスイス館の全貌が見えようとしてますよ。下がピロティになっていて、はい、こんな感じになっています。近代建築の5つのポイント、その2つ目がこの屋上にあるんです。フランスのね伝統的な建物といえば屋上は大きなね高い屋根がついておりましたが、ここはテラスになっているんだよね。高い屋根を作ってそこに窓をつけて、そこは基本的には屋根裏部屋を作っていたんですね。それがね伝統的なフランスの建物なんですが、屋根裏部屋ってねもう生活すればわかるんだけども、冬はめちゃくちゃ寒くて夏はすごい暑いんですよ。でシャワーなんか浴びるともうこもっちゃうしね、湿気が。だからね非常に住みにくい。そういうね住みにくいところは、女中さんとかね貧乏学生とかが住むようなところなんだけども、そんなものを作るんだったらこういうふうにね屋上にはテラスを作ってそこで日光浴できるようにした方がいいじゃないかと考えたのがコルビュジエですね。
はい、それも鉄筋コンクリートというものを使ったから可能になったわけです。そして一番下がねピロティで支えられているのと同時に、このそれぞれの階も柱で支えられております。柱でそれぞれの天井を支えているということは、それぞれの階自由に設計していいということになるんですね。ですから3つ目のポイントは自由な平面。そしてそのように柱で支えてあるんであれば、この今見ている外壁、ファッサードといいますが、外壁も天井とか上の屋根支える必要がないので、ここも自由に設計することができます。自由なファッサード。そして自由なファッサードを作ってそれを支える必要がないんだったら、もう全部ガラス張りにしてもいいじゃないかと彼は考えたんですね。ですからほら、ガラス張りになってるでしょ。これが横並びの窓というね、彼の5つ目のポイントになりました。はい、こんな感じでね、鉄筋コンクリートを使うことによって、近代建築の道を切り開いたのがコルビュジエという人で、先ほどのスイス館というのはね、その典型的な建物になっていたということです。さあ、そしてね、今目の前に見えているのが、これがノルウェー館でございます。このね、レンガで作った感じのね建物でございますけども、ちょうどね今このテラスの方に向かっていますよ。そうすると非常にね大きな窓が開いていて、太陽のね光が入り込むようになっているんです。私もね、最近ここもう連続して通いまくってるんだけども、この前ね日曜日通った時にはねこのテラスでバーベキューしてましたよ。いやー楽しそうって感じでしょでね、ここノルウェー、さすがノルウェー館って感じなんだけども、ここのね家具全部北欧家具が使われているそうです。なかなかね贅沢だよね。はい、そしてね、重要な建物また出てきましたよ。今ね私たちの目の前にあるこの建物でございます。またこれね有名な人が作っています。わかります？はい、この建物です。下がねガラス張りになっていて、そしてコンクリートの打ちっぱなし、走ってる人もね結構いるんですよ。そしてこの下の部分見てください。柱になってるでしょ。ピロティじゃないですか。はい、これを設計したのはまたル・コルビュジエでございます。ここはどこかというとねブラジル館でございます。もともとはねブラジルの設計家が設計していたんですけども、ただね彼はコルビュジエの友達でもありまして、コルビュジエさんぜひ一緒に設計しましょうということになったんですね。で彼の、一番ね初めに、担当していたブラジル人の設計したものをね元にル・コルビュジエがどんどん手を加えていくんだけども、もうね手を加えまくってね最終的にもうほとんど変えてしまったという、そういう話が残っております。はい、ブラジルのね、はい、こんな国旗があって、この一番下にコルビュジエの名前がありますよ。ほら、ル・コルビュジエ、ルシオ・コスタって書いてあるでしょ。このルシオ・コスタっていうのが一番初めにねこの建築を担当していた人です。はい、ここも一緒だよね。こういう風にしてほら1階部分がピロティになっているのが分かりますよね。ピロティにすればこういう風に通り抜けることができるじゃないかっていうことですよ。ここが風の通り道になり、人の通り道になり、そしてここに、車なんかをね止めれることだってできるわけでしょ。はい、こんな感じでね、コルビュジエを作ったブラジル館でございます。いいよね、こんなところに住みながら勉強できる。最高ですよね。ここね、やっぱ周りが全部ガラス張りになっているので、中はね本当に光にあふれているっていう感じの建物になっているんですよ。素晴らしい。そしてねここコルビュジエを思わせるようなコンクリート打ちっぱなしなんだけど、なんかすごいかっこいいんだよな。こんな感じでさ、面白いでしょ。さあではねこの建物別の角度から見ていくことにしましょう。ちょうどねここにねちっちゃい小道がありますよ。通常でしたらねここを降りて左にゴミ捨て場がありますので、
ゴミをね捨てるときはあそこを通るんでしょう。今ね右に見えてるこの建物、これねポルトガル館でございます。さあここからね振り返って見てみましょうか。はい、こちらがブラジル館でございますよ。いやーかっこいいでしょ。1階部分がピロティになっていて、そしてモジュールと言われるようなね一つ一つのユニットが集まってできている建物でございます。天井はテラスだよね。そしてここでは赤とか緑とか青とか黄色とかそういう原色のね色を使って建物を装飾、部屋のね一つ一つを装飾しておりますけども、これマルセイユにあるユニテ・ダビタシオンというね世界遺産になっているところ、あそこちょっとね思わせるような建物になっています。この国際大学都市の中でもね最も有名な建物の前に今私たちはおりますよ。はい、ということでブラジル館でございました。ではねこの国際大学都市の出口の方に向かっていきましょう。はい、今ね目の前にはこういう風にノルウェー館が見えています。このね手前の丸い塔のようなところ、ここにはね階段が入っているそうですよ。そして今ではねちょっと見にくいかもしれないんだけども、ツタが一部張っているの分かります？塔に。でねここね春とかね夏になるともうこの壁面一面覆われるように緑になるんですよ。かっこいいでしょ。そんな感じのところなんです。そしてね今このコルビジェの建物、こんな感じ。素晴らしいよね。はい、そしてね今私たちの目の前に見えていたこの建物ね、ちょっとね紫っぽい、これはモザイクかな、タイルかな。そして、緑色のね、それぞれのバルコン飾られている建物、こちらねインド館でございます。いろんなね国の学生たちが本当に一箇所に集まって勉強できるようになっているっていうのがよくわかるでしょう。そして今ねこれ目の前、これちょうどね今反対側を通っておりますが、先ほど見たデンマーク館でございます。デンマーク館の奥にあるのが日本館ね。はい、こんな感じでね一つの場所にいろんな国が建物を作って、ここでねその国の学生たちが勉強できるようになっているんです。だいたいね家賃どれぐらいかというと、部屋の大きさとかそれぞれの施設によってちょっとずつね料金が違っていくんですが、だいたいね13平米ぐらい、ちっちゃいですよ13平米ぐらいで5、6万円って感じの家賃ですね。あとはねその2人用の部屋とかあればスタジオといって、普通の部屋はね共同キッチンで共同シャワーとかなんだけども、シャワーもキッチンもちっちゃいものがね個別の部屋についてると8万とか9万とかちょっとねなんか高くなるって感じですね。今ねちょうど左手日本館にもう一度出てきましたよ。はい、竹のね林があって、でこの建物の下がねちゃんとねこれ石垣になってんだよね。なかなか手が込んでますよ。そして今度右側にあるのがこのピンクのね建物なんですけども、一番下の部分これロッジアと言いますけども、アーケードになっててねこの中を通れるようになっています。そしてその下には何か石が置いてあるでしょ。ちょっとズームしてみようか。はい、こんな感じのね石が置いてありますが、これねかつての柱の頭にあった柱塔ですね。そんなちょっとね遺跡っぽいものが置いてあります。これねイタリア館でございます。はい、でねこのね正面、この建物の正面に行くと本当にねルネッサンス様式の、この正面になっていて、そうほらねピラストルといってね溝がついた柱が両端についていて、そして半円アーチ、その上にはフロントンというんですけど三角形の屋根がねついて装飾がついた、ルネサンス様式の入り口になっておりました。はい、こんな感じですね。
で部屋をね借りたら、ちっちゃいんだけども、それで共同キッチンで共同シャワーなんだけども、やっぱりね料理をするときに、友達になるって言ってましたね。メキシコ間にね住んでる学生の人にちょっとだけ話を聞くことができたんだけども、それぞれのね建物の中に、例えばメキシコ間だったらメキシコ人が住んでるだけが住んでるわけじゃなくて、 60% がメキシコ人、 30% が外国人って言ってました。あとの 10% は、事務員とか、研究者とかなのかもしれないんだけども、そんな感じでね、その建物の中もインターナショナル、国際的になってるんですよね。ですから例えばキッチンで自分の国の料理とかしてるわけでしょ。そうすると、共同キッチンですから他の人もキッチンを使いに来て、それって君の国の料理なの？面白いねとかって言って、じゃあ僕の半分あげるからそれ半分分けっこしようよとかにもなるみたいですね。なんかそういう風にしてね、文化が広がっていくって感じです。そしてね、すごいかっこいい建物が出てきました。これ、初めにね、初めの方に紹介したビルマン・ラポートル館というところで、ベルギーとかねルクサンブルクの建物になっております。こんな感じでね、それぞれの世界のね学生たちがここに集まってくることができて、そしてここで国際ね感覚を磨きながらパリで勉強できるような場所になっている。それがね国際大学都市という場所でございます。ということでね、この出口の方に向かっていきましょう。いやもうあっという間でしたね。もっとね散策しようと思えばたくさんね時間をかけられるんですけども、本当に今日はそのね、本質的なところ、そんなようなところだけ、皆さんに、ご紹介したという感じですね。ということでね、今回はこの辺にしようと思うんですが、最後にねちょっとだけこんなところも面白いところがありますよというところを紹介して終わろうと思います。今ねちょうど一番初めのところで、行ったジョーダン大通りというところに戻ってきました。信号がもう変わっちゃったけど渡っちゃおう。ね、ブルーバード・ジョーダンというね、看板が見えてきましたね。こちらでございます。私たちの、散策をね始めたのはもうちょっと向こうの方ね、1分ぐらい歩くと、トラムのね駅があるんですけども、紹介したいのはここなんですよ。ここにねほら何か門があって入れるようになってるでしょ。ここがね非常に素晴らしい公園になっているんです。その公園の名前はこんな感じ、パックモンストリといって、1875年19世紀に作られた公園なんですね。こんなね公園、実は次回の動画で皆さんに紹介したいと思っております。ということで今回はこの辺にしておきましょう。ありがとうございました。ということで今回はパリの14区にある国際大学都市をご紹介いたしました。パリのね定番観光地というわけではないんですけども、各国の特徴的な建物があったり、藤田の絵画があったり、ルー・コルビュジエの建物があったり、非常に文化的にも面白いところでしょ。ぜひねパリの定番的なところはもうすでに行ってしまったっていう方は、こんなところを散策していただくと面白いんじゃないかなと思っております。ということで今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、そしてチャンネル登録お願いいたします。皆様の感想をぜひコメントに書いてください。コメント楽しみにお待ちしております。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。